おはよばー、お絵かき寄生植物のエヴァンマシロです。今回は1周年記念配信の時に募集したイラストリクエストを書きながら指揮科について考えていきたいと思います。指揮科、あんまり聞き慣れないですね。これね、難しいというかちょっとね、ややこしいんですよね。うまく解説できるかな。まあやっていきますか。まずはいただいたリクエストがこちらです。代理のオリジナルってなんだって思ったんですが、DM でお伺いしたところ、要するにミルアさんのアバター的なキャラクターとのことです。で、イラストの用途としてはデスクトップにしたいと。で、もう少しね、情報が欲しかったので、ミルアさんのところにこんな感じでいくつか質問を追加でしてみました。そして返ってきたのが、こんな感じです。とても丁寧に答えていただけました。で、こちらの情報をもとにですね、エヴァの方でもう綿密な分析を重ねました結果、ある結論が導き出されたわけです。オタクだわ。完全にオタク。お前が言うなですよね。もうエヴァのチャンネル見てる人はもう99割オタクです。でね、質問の答えと一緒に、このとっても可愛いイラストを添えてくれました。ご本人曰く、あまりこれにとらわれる必要ないということなんですが、こういうのがあるととても参考になるのでありがたいです。で、どんな絵にしようかと。もう自由に描いていいって言われると、逆に難しいですよね。いろいろね、考えてはいるんですが、結構迷走してますね。そういう時は、一旦考えを整理していきましょう。バストアップのキャライラストでもいいんですけど、デスクトップ用ということだし、やっぱり華やかさみたいなのが欲しいかなとか。でもあくまでミルアさんの代理ちゃんだから、ゲームキャラみたいにバリバリにデザインされている華やかなキャラともちょっと違うのかなみたいな条件の取捨選択をしていってます。そうするとおのずと書くべき要素が決まってくるというか、だいぶ書きやすくなってきますね。で、あとは追加の情報収集として、ミルアさんのツイッターを、それはもう、しらみつぶしに凝視し、イメージを掴んでいきます。完全に理解したわ。オタクだ。オタクのタイムラインだった。いや、違う。推しへの愛に満ちたタイムラインでした。いや、推しがいるってね、いいことだよ、ほんと。推しが尊いとか、推しが元気だと嬉しいとか、人の幸せを願えるのは大切だって、しずかちゃんのパパも結婚前夜に言ってたから。ということでね、推し活とかオタ活の楽しさを絵で表現したいな。いろいろ悩んだ結果、ミラーさんの楽しいが散りばめられた空間で、なんかキラキラした沼にずっぽしハマってる楽しそうな代理ちゃん。これでいこうと思います。どんな感じだ。なんかカオスな感じが欲しいので、混沌とした配色に挑戦していきます。ミラーさんのとっての楽しいことは、お絵描きとかアニメとか漫画ボカロの推しの作品とかですね。そこら辺の要素をかいつまんでいきたい。代理ちゃん自身は、ミラーさんの印象から服装はちょっと可愛い系がいいかなと思ったので、フリルがついた感じ。少しね、おとなしめな服装の子がはしゃいでいることで、何振り構わず愛が溢れちゃった感じとかも表現していきたいね。キャラができたら音符とかタブレット、ゲームに漫画などの小物を散りばめていきます。大まかなレイアウトが決まったらマスクを切っていきます。カラーラフは作らなくてもいいかな。しっかりね、組み立てていけばなんとかなるかなと。いつもはエヴァの絵はどちらかというと光を中心とした画面作りを意識してるんですが、今回は色を意識した画面作りをしていきます。まず最初にベースカラーを選ぶんですが、今回は指定として髪と瞳の色が決まっているので、それを起点に組み立てていくことにします。髪が赤から黄色のグラデーション。瞳が紫。配色系でよく言われるベースアソートアクセントの関係もあるんですけど、今回はどちらかというと有彩色同士の調和とか、色のバランス感みたいなのを中心に据えていきたいですね。わちゃわちゃしてるけど、なんかまとまってるみたいな。そんな感じ。
親バムの机もそうですよ。一見散らかってるように見えるけど、自然選択によって生み出された完璧な配置なんですよ。これは。見えてないと思いますけど。片付けられない人みんな言うやつじゃん。髪に強い色が来る場合は、それ自体をアクセントにするか、全体を同系色でまとめて調和させるか。これ悩ましいところなんですが、今回は後者で同系でまとめる感じにしていこうかな。今回ベースとなる色域は、ここの赤からマゼンダのこの辺り。で、それと合わせていく色域が、このベースカラーの割と補色に近い、はい。この黄緑から水色あたりかな。で、配色パターンで言うと、テトラードに近いのかな。長方形のやつ。2種類の補色の組み合わせなので、なんか賑やかな感じになりやすいと思うんですよね。で、これをじゃあどうやってまとめるかで、本題の色化の話になるんですが、色素が多い絵が難しい理由って、この色化のコントロールが必要になるからなんじゃないかなとエヴァは思ってます。色化って何かというと、前に裏レースの動画でも少しだけ触れたんですけど、ちょっと説明してみると、絵画の世界だとなんかバルールとかバリューとか言われるんですけど、なんか白いキャンバス、白い画面に白いものを白く見えるようにかけているとか、あとは光を描くとき、光っているものね。当然キャンバスは白なんで白以上にはならないんだけど光って見えるように見せるとか。あるいは暗闇の中でリンゴがちゃんと赤く見えるようにかけているとかができていると、バルールが合ってるとか、間違ってるとか、そういう表現をするんですけど、これかなりね、主観的なものもあるんで、ちょっとわかりにくいので、技術的な視点でまとめると、要するに、色相を含んだ最終的な明度差をコントロールできているかということだとエヴァは思ってるんですよ。何言ってんだですよね。これはですね、実際に見てもらった方がわかると思う。ここに3つのカラーサークルがあります。この真ん中を色調補正の色相サイドで、サイドを下げていきます。そうすると、サイドを下げたので、色相の差がなくなりました。なので、輪っかは同色のグレーになります。この輪っかにあるのは純色です。で、純色っていうのは明度が同じなので、サイドを下げて、色相を抜いたら、明度が一緒だから同じ明るさのグレーになると。続いて右に、色相を含んだ明度を再現していきます。はい。やってみましたが、この違いわかりますかね？このリングのところに階調が現れていますよね。真ん中のは色相を抜いちゃったので均一になるんですが、右のはその色が持つ明度も含んでいる状態ということになります。こう見ると、純色では黄色や水色が明度が高くて、青や赤のところは明度が低いということがわかりますね。ここら辺。サイドがマックスな純色って、色によってね、明度が違うんですよ。これはですね、マンセルとか PCCS っていう日本色圏配色体系の色立体とかを見ると結構直感的に理解できると思います。こんなやつなんですけど、これ縦軸が明るさですね。なので黄色と青で高さが違いますよね。言われてみると当たり前なんですけど、絵を描く上では、あんまり意識してなくないですか？この色相を含む明度の確認方法については、動画の最後に紹介していきます。で、話がそれたんですけど、何が言いたいかというと、色をたくさん使いたいときは、これを頭に入れておくと、すごい便利なんですよ。色の動画で異なる色相は明度やサイドを合わせると調和しやすいということを言ったと思うんですけど、色相が持つ明度を合わせることも結構有効です。で、この絵で言うと、例えばこの背景のピンクと水色と緑、左側のところですね。これね、色相はだいぶ補色に近い関係で触れてはいるんですけど、これをさっきのフィルターで通してみると、こんな感じ、もう違いがわからないぐらい、ほぼ同じ明度になっていると。
で、理屈で言うと、テトラードの位置関係の色相で、明度が合っているから調和していると考えることができます。色として認識できるから、賑やかだけど邪魔にならない。例えるなら、ちょっといい料亭の和食に添えてある葉っぱくらいの、あれくらいの心地よさです。邪魔にならなさ的に。華やかにもなるしね。あれ食べれるか毎回迷うんだよね。一回食べて店員さんにえって顔されたことあるわ。そんな感じで色は色で考えつつ、最終的な明度のコントロールを意識すると、割とたくさんの種類の色を扱いやすくなる気がします。例を進めていきましょう。全体が明るい配色なので、キャラがね、ちゃんと中心に据えられるよう、キャラの服には少し意識的に暗めの色を置いていきます。服の模様やエフェクト、しぶきやボカロの UI 的なものなどディティールを追加したら、もう少しキャラを立てたいので、コントラストが出るように背後を爆発させます。これはミルアーさんの好きなあるキャラの、メタファーなんですけど、右側の漫画を書き込みます。これ何の漫画かわかりますかね。で、コントラストをつけすぎないことと書き込みすぎないことで全体とのバランスを取ります。結構いろんな色を使いますが、サイドを押さえたりすることで、あくまで全体の中の一部として表現することを意識しました。あとは細部をなんやかんやで調整したら完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。楽しいが散りばめられた空間で、毒々しくもエネルギーに満ちた沼にずっとしはまっている楽しそうなダリリちゃんを描いてきました。マゼンタ系の色相で全体をまとめつつ、補色に近い色を要所に配置。賑やかな印象になるように色をたくさん使いながらも調和を取ることを意識しました。忘れないように色相を含む明度、これチェックする方法を紹介していきます。これね、すごい簡単ですよ。まず1枚レイヤーを作って、それを白で塗りつぶします。これで、その後にレイヤーモードを、この下の方にある、色相、サイド、カラー。これね、どれでもいいんですけど、結果は一緒なんでどれでもいいんですけど、これのどれかにする。以上です。そうすると、色の明るさを含んだ明度というのを確認することができます。これね、直感的な印象と近いから、カラーイラストをモノクロ化するときに、色調補正でサイドを抜くのではなく、こっちでやった方が、明度としては正しい仕上がりになるのでおすすめです。このサイドを避けたやつと比べてみるとこんな感じです。この背景の爆発の輪郭とか結構わかりやすいかなと思います。で、フィルターをかけてみるとわかるんですけど、明度差という点では、このイラストの背景実はかなりおとなしいんですよ。このコントラストが強いところは、あくまでキャラクターに集中させることで、いろんな色を使いつつも、明度のバランスを整えるみたいなことを意識しました。色化、いかがでしたでしょうか？知覚するのが難しいんだけど、意外と見る人は、絵を描かない人でも、ここら辺のズレを敏感に捉えられることがありますね。なんかよくわかんないけど違和感あるなーみたいな。なんか色が整わないなーと思った時とかに試してみると何か気づけるものがあるかもしれません。ということで今回の動画は以上になります。何かのお役に立てていればチャンネル登録、高評価などいただけると励みになります。ミラーさんもイラストのリクエストありがとうございました。おかげでね、とても学びのある一枚が描けたと思います。それではまた次の動画で。バイバイ。色ってほんと難しい。けど楽しいよね。